こんにちは、ミニマリストの小野です。本日は新しい部屋のルームツアーです。実は私ですね、お付き合いしている方と同居するために福岡市の方に引っ越してまいりまして、現在は4人でこの部屋で生活をしております。他にもお部屋はあるんですが、こちらの2部屋のみ紹介させていただきますね。今ご覧いただいているのが、荷物を搬入する前の映像なんですけれども、前の家になんとなく似てる感じはしますよね。で、この部屋と部屋の間と、押し入れの、入り口のとこですね、襖があったんですけども、これも早速外して、私の好きな状態にしたという感じになっております。はい、キッチンこんな感じになってます。結構築は古い物件なんですけれども、綺麗にリフォームされていてですね、この吊り戸棚がですね、私は非常にお気に入りなんですね。可愛いですよね。はい、かなりシンクもツルツルでですね、はい、ちょっと前よりはコンパクトになったかなという感じではあります。で、こちらが荷物搬入後現在の状態ですね。引っ越してからだいたい2ヶ月後ぐらいになってます。で、前はテーブルとかあったんですけども、今テーブルはですね、子供部屋に行っててですね、ご飯は子供部屋の方でなんと食べているという状態になります。普通にね、このリビングの方にテーブル置いてもよかったんですけど、なんかちょっと合わなかったので、なしにしてみました。で、押し入れ前と同じ状態ですね。はい、ではまずリビングの方から紹介していきたいと思います。はい、もうこの空間が非常にお気に入りでですね、この眺めがですね、もう最高ですね。もう何にもない壁とちょっと物が置いてある状態っていう。で、まずこの椅子紹介しますね。これは、押し入れの前に置いてデスク代わりにしたり、キッチンでちょっと座りたい時に使う、あと踏み台にも使います IKEA の椅子ですね。3000円ぐらいで購入したかと思います。ちょっとポツンと置いてある感じが可愛いなと思っております。で、この左下に置いてあるカゴは何かと言いますとですね、これ実は Wi-Fi ルーターが入ってまして、ちょっと黒くて大きい存在感のあるね Wi-Fi ルーターだったので、どうやって隠そうかなと考えまして、カゴにですね、このように入れてですね、上から布でちょっとかけてるんですけど、これ実は裏側見ていただくとですね、このようにカゴの隙間をですね、ちょっとコンセントが通ってて、ちょっとうまいことできたなと思ってすごく気に入ってるんですけど、このカゴはですね、イデーのものですね。はい、ちょっとポツンと隅っこに置いてある感じが結構可愛くて気に入っております。次、窓際なんですけれども、ハンガーがですね、こう目立たない形でかけてあるんですけども、これは、部屋干し用でマワハンガー少しだけ置いてます。あと最近、カーテンを買い替えまして、これ無印良品のものなんですけれども、前はちょっと分厚いものだったんですけど、こういう薄い生地のものに変えたらすごく雰囲気が変わったので良かったですね。では次、キッチンですね。前はカウンターキッチンだったのでちょっと狭くなりましたね。以前と同じく冷蔵庫とレンジが横に置いてある感じです。ちょっと危ないんですけれども、これしかちょっとできないですね。ではざっくり紹介していきますね。まずレンジの上にいるのが、これはちいかわのふりかけです。中身入れ替えてずっと使ってます。かわいいですね。はい、で引っ越してきてからちょっと変わったのがこのコンロなんですけれども、カセットコンロを使ってたんですけれども、カセットボンベを買うのがちょっと大変になったのと値上げしたので、一口コンロに買い替えました。で、この物件はプロパンガスなので、オレンジのですね線がちょっと目立ってしまうんですけど、かなり掃除がしやすくて使い勝手も良くて、結構気に入ってます。5000円ぐらいで購入したかと思います。それでこちらは、以前と変わらずカトラリー立てですね。箸とスプーンとフォークと、キッチンバサミが入っております。シンク周りですね。こちら吊り戸棚にはですね、子供のレトログラス、すごい気に入ってるものを入れて飾るように置いてる感じです。で、水切りかごがなくてですね、水切りはですね、食器を左側に置いてたんですけども、すごく狭くなってしまったので、このよく見るやつですね、ティータオルをですね、私も畳んでおいて水切りかご代わりにしております。洗剤スポンジは以前と変わらずヤシの実洗剤と、サンサンスポンジ、あとウキウキっていうスポンジを浮かせて保管できるホルダーの方を置いてます。では上の収納いきます。まずこちらはですね、お皿と、お弁当グッズが上の段に置いてあります。お皿はですね、あと2枚パートナーのものが別で置いてあります。次はこちらですね、タッパーと布巾と、ラップとアイラップ、上にあるのは豆苗の育てるケースですね。では下の段に行きたいと思います。こちらは以前と同じくゴミ箱になっております。
大きなゴミ箱はですねゴミが多くないのと分別をしっかりしているので必要なくてですね、無印の A4 ファイルボックスを使っています。左がスーパーに持っていくもので、ペットボトルとか食品トレイですね。真ん中は燃えるゴミで、一番右が燃えないゴミになっております。ちょっと燃えるゴミはここで溢れる時もあるんですけども、だいたい足りている感じですね。はい、次こちらはですね常温の調味料を置いています。あと赤いボトルはですねプロテインシェイカーですね。パートナーのものです。オリーブオイルとかごま油とか、塩コショウ砂糖スパイス系を置いています。次こちらの引き出しですね。背の高いものや大きいもの、使用頻度の低いものを置いています。このひときわ大きいのはですねパートナーが飲んでいるプロテインですね。あと1年ぐらいはなくならなさそうな感じですね。あとはラップホイルのストックとか、ちょっとなんかもらっちゃったやつとかですね、週に1度ぐらいしか使わないブリタとかですね、これはブリタのフィルターですね。そういうストック類とかもこちらに入っております。真ん中の引き出しは調理器具が入ってますね。ホットサンドメーカー、お玉、フライ返し、しゃもじ、ピーラーなどですね。あとアウトドア道具、これもパートナーのものが入ってます。一番上の引き出しは特に入れるものがなくてですね、今はウエスト、食品用のクリップとなぜかリップがここに入っているという感じです。コンロの下には調理器具を収納しています。ティファールに変えたらすごく便利だったので、もう普通のフライパンには戻れなさそうですね。おすすめです。キッチンのすぐ横にこのように、大きめの収納があってですね、防災備蓄などをこちらに収納しております。中が上と下と真ん中で分かれているのがすごく使いやすくて、収納力もかなりあるんですが、これ以上は冷たくないかなという感じですね。一番上の段の高さはあるんですが奥行きがないので、子供に触られたくないものをここに置くようにしています。左側にはですね工具類やお財布、右側にはお薬が置いてあります。お薬は箱や袋から出してこのケースに入れるか、瓶のまま奥に直置きにしているという感じです。真ん中の段は常温食材が置いてあります。日常生活で消費しながら備蓄するローリングストックのコーナーになっております。4人で7日分となると全然足りないので、もっと備えないとなと思ってます。次に下の段ですね。左奥にあるのは冬に使うストーブですね。そして右奥にあるのが水の備蓄。そして人数が増えたのでミニ炊飯器を普通の炊飯器に買い替えました。使用するときはリビングに移動させて、使い終わったらまたここに収納しています。そしてこの右側にある紙袋なんですけれども、腰リサイクルに持っていく袋ですね。この中に紙を貯めて持っていって、またこの紙袋を繰り返し使うので、紙袋のストックもいらないという感じになっております。では和室の方に移りたいと思います。こちらの6畳の和室にシングルの布団を3枚引いて川の字になって4人で寝ています。襖は全部で6枚外して別の部屋に保管しています。ただこちらの1枚は光を遮ったりするのに便利だし、開けておけば壁と同化して気にならないので、このまま残すことにしました。あとすごい細かいんですけど、この和室のですね畳のへりですね、よく見るとですね、以前は緑色だったんだけど、このようなベージュのようなゴールドのような色合いでですね、畳に馴染んで目立たずですね、すごく気に入っているポイントです。では押し入れの収納を紹介していきます。以前のお部屋と同じく上の段には寝具を置いて、下の段には無印良品の収納を置いています。でこの押し入れですね、ちょっと以前のお部屋と違うのが、こういう風に上の段に奥行きはあんまりないですけど収納があってですね、左の方には冠婚葬祭の服、夏物の寝具、あと右側には、防災のグッズがいろいろと入っております。そしてこの押し入れの右側のスペースが余ったので、ここにガジェット類が置いてあるんですけれども、いつもここにリビングにある椅子を持ってきて座ってですね、押し入れを机の状態にして、ここで毎朝8時半から生放送をしております。寝具は以前と特に変わりありませんね。これはちょっと今枕カバーがついてない状態なんですけれども、敷布団3枚、掛け布団3枚、パシーマが3枚で枕が2つになったかな。であとは冬になったらこれに毛布が足されたり、夏になったら掛け布団がタオルケットに変わったりという具合で使っております。下の段は以前と同じく無印良品の衣装ケースを8個並べて使っております。中身をざっくり紹介していこうと思います。左上は子供服の季節外のものですとか学校用品のストックなどが入っています。次左下ですね、こちらは娘の服ですね。T シャツがだいたい2から3枚ずつで回しています。手前の箱にはですね、学校に持っていくハンカチとかティッシュが入ってます。
こちらの引き出しは枕元に置いておきたい防災用品と、衣類のケアグッズですね、裁縫道具とかアイロンとか、その辺のものが入っています。その下の引き出しが息子の服ですね。ここも同じく、2、3着で回しているという感じです。その隣のですね、この上と下の2段はですね、パートナーの、雑貨とか衣類が入っているので、こちらはちょっとなしでいきたいと思います。この右上の引き出しが私のものなんですけれども、ここには書類とかガジェット類とかが入っています。で、書類は結構減らしてですね、この奥の黒いポーチに収まるまでに減らしました。この中、母子手帳とか、あと経費の領収書とかも含まれてこの量になりました。かなり減らせたかなという感じなんですけども、奥にもちょこっとあるんですけども、これは現在進行中の書類が入っていて、これは、用事が済んだら空っぽになる予定ですね。最後、右下の引き出しにですね、私の衣類が収納されています。分厚いものとか冠婚葬祭のものとか全部で7着がですね、別の場所に保管してあるんですけども、それ以外は全てここに収まっている状態です。で、奥にあるこういうケースに入っているものが、使用頻度の低いものだったり、季節外のものだったりしますね。以上、新しいお部屋のルームツアーでした。いかがだったでしょうか。実はこの物件ですね、築40年を超えておりまして、このなんか懐かしい形の鍵とかですね、すぐに割れちゃいそうな小さいこの欄間窓っていうんですけど、この欄間窓とか、柱の傷をですね、ちまちまと修繕した後とか、どうやって開けたらいいか分かんないこのガス栓らしきものとかですね、こういう細かいところから味を感じられるのが気に入ってこの物件に決めました。で、本当に毎日心地よくって引っ越してよかったなと本当に思ってます。この新しいお部屋での暮らしについてですとか、パートナーとの同居生活についてはですね、ボイシーの生放送にて詳しくお話ししておりますので、よかったら概要欄の URL からお越しください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。失礼します。